なんかね、すごく抽象的な話をするかもしれないですけど、お金を稼いで幸せにならなければいけないよねという価値観を多分変えないともう結構不幸な人が増えるんじゃないかなと思っていて、もちろん優秀な人とか優秀な企業とかがガンガン稼いで外貨を稼ぐっていうのは必要だと思うんですけど、ただ日本がじゃあ今うまくいってない問題というのって、結局経済がうまくいってない。じゃあなんで経済がうまくいってないかというと、少子化だよね。子供が少ないので、高齢者負担というのが結構あって、労働者というのの負担が大きいよねという悪循環になっている問題だったりするので、なんとか人口を増やす、少子化をある程度解決するというのが、金稼がなかったとしても、日本が良くなっていくのが、良くなっていく方向に向けられることの一つだと思うんですよね。ただ、東京圏というのは多分もうこれ以上伸ばすと、いびつな形で普通に働いてる人が暮らせないという方向がどんどん広がってしまうんじゃないかと思っていて、東京で中古マンションでも売買相場が平均1億超えたんですよね。なので、そうすると、普通に働いてるサラリーマンとかが、マンション買うってほぼほぼ無理なんですよ。1億円のローンが払えるっていうのになると、共働きで子供がいないとかじゃないとなかなか難しいよねっていう状況なので、遠いところでマンション買いますってなって、通勤にすげえ金かかりますってなって、遠いところなので資産価値がないので、じゃあ引退しますってなった頃にも、資産価値がないので微妙っていう。埼玉の山奥とかに家買っちゃうと、基本的にはこう人口はどんどん減っていくので、30年後とかにせっかく家買ったのに地価が下がって損したよねってことになっちゃうと。なので、それが賃貸っていう形で、賃貸でやたら高い額を払い続けるんですけど、東京のマンションでも外国人の人たちが結構買っちゃってるんですよね。東京の賃貸にお金を払い続けるというのは、結果として外国人の大家に金を払い続け、外国人の大家の人たちが日本人の労働者からのお金で幸せに暮らすっていう状況になってしまうので、日本人の労働者が普通に働いて資産を作って幸せになれるよねっていう状況が、東京はもうより作りづらくなってしまうんですよ。多分東京の地価はどんどん上がります。東京の労働者の給料がそれだけ上がるかというと、そんなに上がりません。東京の地価がなぜ上がるかっていうと、1000万、2000万人以上の人口がいて、国際都市として交通の便のいいところは、外国価格で不動産売買がされるんですよ。ニューヨークに住んでもいいし、北京に住んでもいいし、パリに住んでもいいし、シドニーに住んでもいいし、東京に住んでもいいしっていう、国際的にどこでもいい、ハワイでもいいんだけど、っていう感じでなんか不動産どっか買っといて、たまに住みたいよね。外国人の人たちがそういうふうに不動産を買うので、一回買ったとしても不動産価格が上がっていくから、そんなに損しないよね。なので、とりあえず抑えで買おうっていう人たちが世界中にいるんですよ。抑えで不動産を買おうというお金持ちの人たちっていうのが、どんどん抑えで買って、で、地価が上がって、じゃあ5%上がったから転売してっていうので、金持ち同士がぐるぐる日本の地価を上げ続けるっていうのがあったんですよね。バブルというのが東京だけで起きてるわけじゃなくて、世界中でそういうループに入っちゃってるので、なので世界中でバブル崩壊にならない限り、東京の価格ってほぼ下がらないと思うんですよね。そうすると、結果として東京で一生懸命働いている人たちっていうのが、自分たちの家を持つっていうことはできなくて、ずっと賃貸で払い続けるというのになってしまうので、じゃあお金がないよねってなってしまうので、そうするとじゃあ、家庭を持って子供を育てられるような広い部屋の環境というのだと、やっぱり地方で作るしかないよねっていう状況になると思うんですよ。そうすると、東京の大学に行って、東京の会社に入って、20代だけで手取り30万円ですと。っていうので、なんとか金はそれなりにあるんだけど、でも家賃で15万円払いますみたいな、残るのは10万円ちょっとしかありませんみたいなのでいくと、あれ、地方でめちゃめちゃ安いところで、月給20万でも手元に残るお金あんま変わんねえんじゃねっていう。でも地方だと家広いよねっていうので、地方でも生活できて、こっちで子供育てて子供産んだ方がいいよねっていう環境にした方が、長期的には日本にとって子供の量増えると思うんですよね。東京でじゃあ家賃15万円を払って暮らせる人ってなると、やっぱりそれなりに偏差値が56以上とか60以上の人たちしか子孫が東京では残せませんってなっちゃうんですけど、でもそれよりも別に地方で偏差値が50以下の人でも子供が持てますよっていう形にした方が子供は増えるんですよね。偏差値の高い人ばっかりが子供を産んだ方がいいんじゃないかっていう説があるんですけど、そうでもないんですよ。偏差値が高いことと頭がいいことって比例するわけでもないんですよ。答えのあるものの答えを暗記して解くのが得意な人たちの DNA がお金を生むのかっていうと、そうでもなかったりするんですよ。日本で一番多い社長の出身大学は、東大ではなく日本大学なんですよ。経営とか会社の仕事がうまくいくかどうかって、頭がいい人で成功する確率は多少高いと思うんですけど、でも実際、やってみてうまくいった人はうまくいくし、うまくいかない人はうまくいかないっていうのがあって、勉強する能力が高くて記憶力がいいからといって、その経営がうまくいくかっていうと、そうでもないっていうのが現実なんですよ。なの
で、いろんな人がいろんな会社をやって、潰れることもあるし、うまくいくこともあるしっていう試行錯誤をし続けるというのが、経済が回るということで、頭がいい人がやったら成功するし、頭が悪い人がやったら絶対失敗するっていうもんでもないですよ。みんながこう、お互いに試行錯誤をして競争して、子供もじゃあ日大の子供が生まれて、日大の子供もじゃあ会社やったらうまくいくかもしれないしっていうので、人類何が当たるかわからんよねっていうのがあるんですけど、ただイケメンと美人はうまくいきます、人生。じゃあ、イケメンと美人の DNA と頭がいいかどうかってリンクしないですよね。頭が良くて儲けてる人が美人の奥さんと結婚することによって顔のいい子供ができるパターンもあるんですけど、じゃあ顔がいい子で小学校とかで行くと、頭のいい子が顔が良かったかっていうと、別にそうでもなくて、大体顔の悪い地位牛とかが偏差値高くて、イケメンとか美女とか別に勉強頑張んなくて偏差値もそんなに高くないみたいなのがあったりするわけじゃないですか。でも人生って顔のいい子とかイケメンとかの方がうまくいったりするんですよ。っていうのがあったりするとね、一概にそのなんか偏差値の高い人だけがうまくいくわけじゃないんだから、地方で普通に幸せに過ごす人たちっていうのが、じゃあそれで子供を産んで日本の人口増えるっていう方が長期的にはいいんじゃないかなと思いますけどね。ハウスメーカー系 YouTuber の方と、夜な夜な的なチャンネルでお話をしたんですけど、東京のもともと中心地に住む的な金持ちの人が、埼玉だったり神奈川に住んでいて、っていう話をしてて、じゃあ東京のマンションっていうのは誰が買ってるんですかっていうと、外国人なんですよ。晴海フラッグがちょっと話題になったと思うんですけど、東京オリンピックの時の選手村だったところが、晴海にあるところが、地価よりもちょっと安く売られたんですよ。東京都としては売れ残りになるとめんどくさいから、ちょっと安めに売ったんですよ。で、安めに売りますっていうのをやったので、応募者めっちゃ来ちゃったんですよ。全部完売したんですけど、完売した結果、その晴海フラッグをローンで買った人が、確かね、2割とかしかいないんですよ。普通の労働者って、確か晴海フラッグ一番安いのでも5000万とか6000万とかするんですけど、普通の労働者が現金で持ってるはずなくて、基本的にはその、ローンを組んでちょっとずつ返すんですよ。でも、晴海フラッグで、ローンで買った人は2割とか3割となると、7割以上の人は現金でそれを持ってる人で、金持ちと外国人と投資をしてる法人なんですよ。本来それって労働者が買うべきだよね。東京の中心で働くんだから、東京の中心の家を買って、給料で返し続けて、なんとか家を作るっていうのが、サザエさんの時代に起きてたんですよ。サザエさんって世田谷区に住んでて、波平さんが働いてて、マスオさんが働いててっていうので、2馬力でサザエさん一家というのを育てたんですけど、で、サザエさん一家の間取りでいくと、世田谷で価格的には今多分ね、3億とかになるって言われてるんですよね。世田谷で一軒家を建てる、それなりの間取りがあると、もう3億だから、普通の労働者だと不可能なんですよ。でも、あの時代、サザエさんが書かれた時代っていうのは、普通の労働者が世田谷に住むことが可能だったんですよ。その後の時代に、高円寺とか阿佐ヶ谷とか吉祥寺とか、中央線沿いに一般の労働者が一軒家を持って住み始める時代っていうのができたんですよ。で、そこも今もう中央線沿線で一軒家で住むなんて相当な金額なんで、もう労働者じゃ買えないんですよ。っていうので、一軒家は無理だけど、マンションだったらなんとかなるよねっていうので、都内でちょこちょこタワーマン的なものとかが立ち始めてたんですけど、タワーマン的なことが立ち始めて、晴海フラッグもできて、そこがじゃあ労働者が買うのかって言ったら、もう労働者は買えなくて、金持ちとか外国人が買ってると。じゃあ労働者どうしてるのかっていうと、与野とか大宮とか神奈川とかのタワーマンに住むようになりますと。っていう時代があったんですけど、で、今度は外国人とかの金持ちが東京のマンション買い漁りまくってて、東京の地価ってめちゃくちゃ上がってるんですよ。中古マンションでも確か平均価格1億超えたんじゃなかったっけ？新築で1億円とかだったらそりゃそうだねなんですけど、中古で1億円平均超えるということは、例えば築50年で価値が下がるよねって言ってるマンションの中古ですら1億円ってことは、やっぱり1億円ぐらい持てない人は買えないから、一般の労働者は中古でももう都内マンション買えないんですよ。資産が3億円ぐらいある小金持ちの人も、東京だとマンション買えないので、神奈川とか札幌の良さげなマンションを買うようになっちゃったんですよ。そうすると、労働者がマンション買おうと思っても、良さげなところは、神奈川とか埼玉とかも売り切れてて、結果としてもっと遠くの方で、通勤時間が1時間半とかかかるよね、みたいなところしか買えないっていう。普通に働く労働者が暮らせない国になってしまいつつあるんですよ、東京は。なんだっけな。確か金融の呪いっていう言葉だったと思うんですけど、金融市場、例えば香港ですとか、ロンドンですとか、ニューヨークですとかで、金融でめちゃめちゃ儲け出す国ね、シンガポールとか。で、そういう国って同じような呪いがかかるんですよ。サンフランシスコもそうなんですけど、どういう呪いかっていうと、めちゃくちゃ金持ちのやつが出続けるせいで、一
般人の労働者というのが生活することが理論上無理じゃねっていう状態になっちゃうんですよ。食い物屋の値段はまずガンガン上がってきます。で、家賃もガンガン上がってきます。金融系で儲かってる国っていうのは、金融系の人を世界中からどんどん呼び寄せるので、年収3000万とか年収4000万とかの労働者が当たり前に金融の中にはいるんですよ。で、そういう人たちが飯食いに行くときに、昼飯で3000円でも別に何のこともないんですよ。年収3000万だから。っていうので、要は飲食店の値段どんどん上がります。家賃もどんどん上がります。でもそこで郵便局で働いてますとか、コンビニで働いてますっていう人が、家賃20万円です。昼飯で食いに行っても、安いところでも1500円ですってなると、昼飯も食えないし、家賃も払えないじゃないですか。なので、もう中心じゃ住めないよねっていうので、金融系以外の仕事をしている人というのが、街からどんどんいなくなっちゃうんですよ。で、結果として、コーヒー屋で働く人も1時間半かけて通勤するみたいになっちゃって、コーヒーの値段はどんどん上がる。でもそれ払えるからいいよねってなって、サンフランシスコとかで、ワンルームでももう今30万円ぐらいしてて、飲食店とかで働く人っていうのも全然人集まらんよね。飲食店で時給1500円で募集しても、誰も応募してくれなくなるんですよ。っていう金融の呪いっていうのがあるよねって話なんですけど、で、それが今ね、熊本の菊陽町で起きてるらしいんですよ。結構ラーメンで有名なお店があって、で、そこが本店を熊本の菊陽町っていうところに移したんですよ。で、熊本の菊陽町っていうところが、台湾の TSMC が工場を移したっていうところで、TSMC で働く労働者に対して時給2000円とかで普通に雇ってるんですよ。で、それ関連の仕事とかで半導体ですね。なので、働いてる人たちっていうのは、時給2000円が当たり前だよねっていう感じで、その地域の人は働くんですよ。でも、ラーメン屋が来ると、ラーメン屋の店員時給2000円で払えないっすよ。一杯ラーメン3000円だよねとかやるんだったらいいんですけど、やっぱりそれもアコギだよねっていう感覚があるので、結果としてそのラーメン屋さんってもう菊陽町でやっていけないよねっていうので、確か熊本の方戻ったんですよね。時給が上がることというのは、社会にとっては良いことだよねというのは、一般論としては言えるんですよ。でも、特定の業種とか特定の会社だけが異常に儲かってる場合は、街だったりコミュニティというのが歪な形になってしまうので、結果としてそれに関与しない人たちというのがどんどん抜けてっちゃうので、TSMC が多分いなくなった瞬間に、菊陽町もう多分破綻しちゃうと思うんですよね。普通に働いて普通に稼ぐという、普通のビジネスがもう成立しなくなっちゃうんですよ、町として。普通に働く人たちはもうそこでは暮らせないからどんどん抜けてっちゃって、高いけどまあ別に金あるから買うわっていう店だけが残るっていうのになってしまうので、高い給料出す工場とかがもう契約切れだからいなくなるわってなると、ビジネスも何にもない状態で高い給料もらった人たちは、工場移動するんだから新しいとこ行くわとかっていうので、工場と一緒に移動しちゃうんですよ。っていうのがあるので、バランスを取るというのは結構大事なんですけど、残念ながらバランスを取らないというのをやってるので、で、東京がバランスが取れない状態になってるんじゃないかなっていうふうに僕は今思ってるのですよ。普通の労働者がマンション買えないんですよね。家賃は払えば借りれるんですよ。外国人が買ってるので、外国人はそこに住むわけじゃないので、お金を払えば住めるんですよ。なのでずっと小作人として東京で働いて家賃を払い続けて、引退した時に家ないよねっていう状態になる。で、金持ちはずっと小作人である東京の人が家賃をずっと払い続けて、不動産の値段が上がるから転売して大儲けっていう形で、金持ちだけが大儲けをし続けて、普通の労働者というのが割に合わないままずっと暮らしていって資産が増えないっていう。ただこれが資本主義ってそういうものなんです。ご視聴ありがとうございます。今回の動画はこちらからの切り抜きになります。